読感想文を書くために本を読んでいた時期もあったなぁと懐かしいです。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。読書感想文ってなんか原稿用紙5枚くらい埋めなきゃいけなかったじゃないですか。だから夏休みが終わる直前から始業式の朝にかけて焦って仕上げていたのがすごく懐かしいです。今も小学生の子たちとかは読書感想文というのが夏休みの課題にあるんですかね。どうなんだろう。はい、ということで今日は本紹介雑談をやっていきたいと思います。で、今回も3冊ご紹介するんですけれども、1冊目は、個人的に読んでいた本で、残り2冊は以前 YouTube のコミュニティで皆さんにおすすめの本を募集しました。その中から選んで実際に読んだのでご紹介していきたいと思います。多分タイトルにもあると思うんですけど、社会人とか就活生とかそういう社会に揉まれている方々の観点ですごくしみるような本をご紹介していきたいなと思います。本当にいつもお疲れ様です。ごゆっくりとお楽しみください。では早速1冊目をご紹介していきたいと思います。じゃ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 ん。和田圭介さんが書かれた私はという本です。この和田圭介さんという方は一度はテレビで見たことある人が多いんじゃないかなと思います。スクラップ&ビルドという小説で芥川賞を受賞されたんですけれども、芸人の又吉さんと同時受賞だったということもあり、もう一躍有名になりました。でもこれは就活生の物語になります。私は友人からこれをおすすめしてもらって読みました。就活をテーマにした小説を読んだことが、ほとんどなかったので、とても新鮮で面白かったです。まずは裏表紙のあらすじを読んでいきたいと思います。高校生でメジャーデビューを果たしたものの、バンド解散後は売れないギタリストとしてくすぶっていた太郎。大学3年の秋、慌ただしく動き出す周囲の言動に違和感を覚えながら、とりあえず始めた就活だったが、元有名人枠などどこにもないという厳しい現実の中、太郎は内定獲得に向けて走り出していくといった裏表紙のあらすじになっています。では本の内容をもっと詳しく見ていきたいと思います。ちょっと今回は iPad にまとめてきました。
生です。高校生の時にギターのオーディションで優勝して、そのままメジャーデビューを果たします。でも訳あってそのバンドが解散した後はもう世間からは忘れられた存在になります。大学生になってからは、ギタリストとしてちょっとした、それに関連するアルバイトを続けていました。でもギタリストとしてそれだけで食べていけるわけではないので、他のみんなと同じように就活を始めることになりました。太郎が就活生であると同時に、太郎の彼女とか周りの友達もみんな就活生なんですよね。過酷な就活の経験を積んでいくことで、太郎自身、そして周りの友人たちの価値観とか考え方の変化も描かれていて、とても面白いです。で、ここからは私が特に印象に残っているところを紹介していきたいと思います。皆さんはガクチカという言葉を知っていますか？学生時代に力を入れたことの略称らしいです。では太郎はどのようなガクチカをエントリーシートに書いていたのかを見てみましょう。なんか人のガクチカって気になりますよね。タイトルが自分の CD を30万枚売り上げ達成。私はテレビのオーディション番組を勝ち抜き、高校時代にギタリストデビューを果たした。毎日必ず3時間以上の演奏練習、1時間以上の創作活動を続けている。専門ジャンルであるヘビーメタルとしての格調を保ちつつ、商業的にも成功する曲をリリースするにはどうすればよいかという葛藤の中で創作しているので、作り上げた曲を今まで何十曲も没にしてきている。レコード店での営業回りも欠かさず、行く先々で店員さんたちに作品への熱意を語って回った。無理やり売ろうとするのではなく、あくまでも店員さんたちからの信頼を得るために、信頼は売り上げに直結する。どうしたら依頼主の利益を上げられるか。御社におけるその業務課題は、まずはレコード店の売り上げを伸ばそうとした私の行動と通ずるといった内容になってます。これは自分が就活生だったとして、でライバルの就活生がそういった内容を語ってたら、これ無理だ、勝てないってなりそうです。でもそんな経歴を持った太郎は全然順調に就活が進むわけではないんですね。学生時代のエピソード自体の壮大さっていうのは、就活においてはあんまり関係ないんだなぁと感じました。
就活の対策本が溢れ返っていますけど、採用基準はそれぞれの企業や人によって変わってくるので、唯一無二の正しい対策方法なんて多分ないんだろうし、結局のところよくわかんないなっていうのが就活あるあるなのかなと思いました。で、その他に印象に残っているところを紹介していきます。ぐさぐさと心がえぐられる感じの言葉がたくさんあったなという印象です。150ページ。みんな社会人になれば魔法のように安定した収入が得られるとでも思っているのだろうか。今までアルバイトなどでやってきた労働の延長線上に会社勤めというものがあるのに、その分太郎は社会から必要とされなくなったら金を稼ぐことがいかに難しいかを知っていた。ただ知っていたという表現ですね。これはなんか痛いっすね。他の就活生を見て太郎が感じている感情を表現した文です。長い戦いである就活をやっていると、とにかく内定をもらうことだけがゴールに思えてきて、そのゴールの先には当たり前のように安定した収入が入ってくるんだとこう思い込んでいる周りの就活生がいて、それに対してある意味内定をもらった後の先の人生の厳しさまでもしっかりと見据えられている太郎のちょっとした大人な面がこう対比して書かれています。結構やっぱり一度デビューして結構大きな額を稼いで、逆に転落して世間から忘れられるっていう経験をしている太郎なので、他の就活生よりはすごく現実に対する解像度が高いのが特徴です。はい、あと次に印象に残っているのは318ページ。太郎は確信していた。軸を持つとは他の可能性を探ったり思考することをある段階で放棄することに他ならない。思考を放棄することは簡単だ。捉えどころのない常に変化するあらゆる局面で、その度に思考することが大切であったというところです。いろんな就活に関連する話題が出ると、だいたい軸を持ってみたいな格言をよく見るので、ちょっとこの本の中の表現は新鮮でしたね。一回軸を持ってしまうと、軸から外れている物事への可能性を失うリスクがあるという観点ですね。あと最後は321ページ。人間の知恵本能は素晴らしかった。内定先に合わせ自分の価値判断基準を変えれば、誰もがハッピーエンドで就活を終えることができるのだった。まだ前線にいる己を太郎は少し恥じた。彼らのような域にまだ達していない。これめちゃめ
他にもパイロットを目指していた友人も、もう鼻から航空会社なんて興味なかったですよみたいな感覚で、とりあえず別の業界で内定をもらえた会社を絶賛しているんですね。なんか1年以上就活する中で作り上げてきた自分の思いとかが、内定をもらえるかもらえないかでコロッと変わってしまう就活に意味があるのかなとか、そうやって考えさせられる場面でしたね。全体を通しての感想なんですけど、この小説読み進めるのが結構苦しい本でした。っていうのも、もう全然太郎も周りもうまくいかず、そのいろいろな感情との戦いがもうリアルにずっと描かれているんですよ。読み進めるのが苦しかったなっていう思いもあるんですけど、私がこの本好きだなぁと思えるのは、日本の就活に対して皮肉的な表現はありつつも批判する内容ではないんですよね。よくいろんなね、雑誌とか番組のコメンテーターとかで、就活なんて茶番だとかただただ批判する人っているじゃないですか。なんかどんな物事に対してもただ意見言ってただ批判するだけってめちゃくちゃ簡単なことだと思うんですね。そういった簡単な結論にいってないのがこの小説なんですよ。で、太郎はこの就活を通して新たなバンドギタリストとしての再挑戦も歩み出したりするんですよね。そんな風に就活においても、自分の人生においても、とにかく自分と向き合って考えて能動的に動いていく、そこが重要なんだなって思わせてくれるような本だったので、いいなと思いました。でもね、なかなかスムーズに物事が動いていかないストーリーなので結構苦しかったですね。でもまさに就活生の方々とか社会人の方にはもうグサ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 刺さるような小説だと思います。では2冊目に行きたいと思います。次は小説ではなくエッセイですね。じゃじゃじゃん。やばい、白だから白飛びしてる。オードリー若林さんが書かれた卒業見込み、逆だ。社会人大学人見知り学部卒業見込みというエッセイです。これはもうこれ好きですね、私。で、若林さんのこれまでの、人生で感じてきた社会に対する違和感とか自意識との戦い、あとは若手から現在にかけての考え方など
その流れで自分の素がよくわかんなくなってきた。確かじゃない日常を過ごしながらも、確かなものに死ぬまでに数多く出会いたいものである。苦しい、痛いことは確かな実感が生まれやすい。でももっとそれ以上に楽しい、面白い、愛、感動の確かさを。91ページ。この先ネガティブな感情から抜け出せない仲間がいたら、保身せず大丈夫だと言い張ろうとその時決心した。本当に大丈夫かの信憑性はどうでもいい。まずは大丈夫という、そして言ったことにより生じる責任を負う。大丈夫ということから大丈夫は始まるのだです。人にこれ大丈夫かなって言われて、君なら大丈夫っていうのも責任感が伴うからなかなか言えないし、本当にそれ大丈夫って自分自身のことに聞かれても自信を持って大丈夫って答えるのも勇気がいりますよね。でもとにかく大丈夫と言って、その後からそれを本当にしていくっていうのが大事らしいですね。これ結構強い人間じゃなきゃできない気もするけど、自分の人生に覚悟を持っている人が言えることだなってすごい感じました。なんか自分のね、未熟さも痛感します。で96ページ。恋人といる時の自分、会社での自分、両親の前での自分と、人には様々な自分がいて、その分けられた一つ一つの自分のことをディープと呼んでいた。先輩と後輩と飲んでいる時のあの居心地の悪さは、先輩に対するディープと後輩に対するディープが行ったり来たりするからであろうというところです。この、別の本を若林さんが読んだ時に、その中にディープという単語があったらしいです。なんか多分皆さんも両親の前では、家族の前ではめちゃめちゃ甘えん坊気質だけど、学校では結構リーダーっぽい役目を果たしてるなとか、なんかいろんな自分がいると思うんですね。その一つ一つをリブというらしいです。で、私この環境に合わせて違う自分のキャラが出るっていうのはすごく体感としてもあったんですけど、それに対してリブというドンピシャな単語がこの世にあったんだっていう驚きが強くて印象に残っています。はい、では次、105ページ。願いを叶えれば常に幸福を感じられると無双していた20代だが、今も大きな仕事の出番前には緊張して憂鬱な気持ちになる。仕事に対して緊張したり憂鬱になったりすることに負い目を感じなくなった。その感情は後の充実感や高揚感の予告信号のようなものだからというところです。これねこれもめちゃめちゃ刺さりましたね。なんか好きなことを仕事にすればするほど、そこに対してちょっとこれは面倒くさいなとか、これをやるのはちょっと憂
そういう感情を抱いても悪いことではないんだよっていうのが書かれていて、もう目から鱗びっくりっていう感じです、はい、だから皆さんもね、何かやる中でちょっとマイナスな感情が湧き起こることがあったとしても、自分の心を責めないでほしいなと思いました、はい、142ページ、ネガティブを潰すのはポジティブではないモットーだというところです。この名言聞いたことあったんですけど、この本の中にあったんだってびっくりしました。東京で悩んでる人間は箱根のね、温泉行っても悩むっていうのに気づいて、若林さんはネガティブモンスターに捕まりそうになった時のために没頭できるものを用意するため、没頭ノートというのを作ったらしいです、はい、次202ページ、まずね、前提としてテレビ番組のファンレターには面白かったですみたいな感想よりもアドバイスのような内容が3倍くらい来るらしいです。それを経ての文章、一億総ツッコミ時代という本の帯には、どいつもこいつも評論家面と書かれている。その本を読んだ後にハロウィンで仮装する女の子にベタだなと思った自分に対し、そう思うことで悪魔の仮装をする子より上に立った気でいないかという自分への記念だ。自分は何もせず外野から突っ込んで上に立ったかのようなバーチャルな優越感を感じていやしないかという文章ですね。なんかやっぱり人にアドバイスしているっていう錯覚というか感覚って、誰しも気持ちいいですよね。無意識にいてもなんとなくね、優越感に浸りたくなるっていう思いは人間誰しもあるんじゃないかなと思います。だからこそ痛いところをついている文章だなと思いました。常に突っ込まれる側でいるのは難しいかもしれないけど、誰かをね、ただただ外野から突っ込む側の人間にはならないように気をつけたいなとなんか思いました。なんかいろいろと反省しますよね、本を読むと。次237ページ、随分本当に人見知りだったら人前に出る職業をやらないでしょうと聞かれた。そういう質問をする人は根本的に人を理解していない。人嫌いと人見知りは違う。本当は人に近づきたい、でも近づいて嫌われたくないという自意識過剰な人が人見知りになる。人見知りの人は周りに人が少ないから孤独感を勝手に抱き始める。そうなると誰かに理解して承認してもらいたくなる。承認欲求が芽生えると表現などを始める。だから意外と重度の人見知りこそイケジャージャーと人前に出て表現したりするものなのだと私もこの文章大好きなんですよ。人見知りと人嫌いは違うっていうのでハッとしましたね。なんだろうな、私なんか人のことは大好きだけどでも苦手みたいな絶妙にあった
に何か一貫したものを持ってなきゃいけないって固定概念があって、だからそれに反した感情とか言動をしてしまうとものすごく苦しい感覚がありますね。そんな自分を肯定するきっかけが若林さんの場合太陽の塔だったんですね。ちょっと私はまだまだ未熟者でして、ちょっと二律背反の感情が存在する自分の心を認めきれてない、モヤモヤした感情が常にあるっていう状態は正直ありますね。いつか、そんな自分も認められる時が来ればいいなぁなんて思いました。はい、とにかくたくさんの面白いエピソードがあるので、1日1個読み進める感じで手元に置いておきたいなというエッセイ本になります。紹介してくれた人の文章読んでなかった。@4431KW さん、医者会人になっていろいろな悩みを持つ方におすすめなのでぜひ紹介してほしいですね。ありがとうございました。あとは次3冊目ですね。@LOLON-13 本屋大賞を取ってたのか。町田園子さんの 52Hz のクジラたちです。はい、こちらですね。じゃん、綺麗な表紙ですね。では裏表紙のあらすじを読んでいきます。 52Hz のクジラとは、他のクジラが聞き取れない高い周波数でなく、世界で一頭だけのクジラ。何も届かない、何も届けられない。そのため世界で一番孤独だと言われている。自分の人生を家族に搾取されてきた女性キコと、母に虐待され虫と呼ばれる少年。孤独ゆえ愛を欲し裏切られてきた彼らが出会い、魂の物語が生まれるといったあらすじになってます。これはですね、本当になんかもう絶望的な状態になっている人に届けたいって感じですね。親に虐待され続けて、で、父親が認知症になってしまった時に母に、こいつが代わりに死ねばいいんだと言われて、もうその瞬間ね、もう生きてる意味ないなみたいな感じでふらふらと街中を歩いていた時に、ちょうど友人に出会うんですね。そこからいろいろとあって、いろんな事件も起き、最終的にはもう誰とも関わりのない遠い村で暮らして一人で生きていきたいと思った主人公のキコが移り住んだ新しい土地で、虐待されている少年と出会って、そこから人生を歩み出していくといったストーリーになります。これもなかなか読み進めるのが苦しいなと思うくらい絶望的状況に主人公がいますね。とても印象に残っている言葉が25ページ。寂しさを知る人間は寂しさを知っているからこそ失うことに怯えるものだからというところですね。主人公のキコが絶対誰とも関わりたくない、一
やっていかなきゃならないんだろうなと感じました。あとは結構、主人公も出てくる少年も親に虐待されてるんですけど、なんか虐待されている子供を発見したら警察に通報したり親に対して注意することで逆にその虐待が悪化しちゃうから、安易な行動をとるのはいけないんだなっていう、シンプルに学びも多かったですね。系統は違うんですけど、人見知りっていうワードがあって、孤独に一人で生きていきたいっていう主人公がいて、でもどちらも結局は人にが好きで人の温かさを求めていてっていうところ、まさに人間らしいなみたいなものが感じられました。すいません、これ毎回本紹介の時最後らへん自分が言いたいことが何なのかよく分かんなくなってきちゃうんですよね1冊目と2冊目はまさに就活生社会人にストレートに届く小説。3冊目は、ちょっと系統が、結構ちょっとどころじゃないな、結構系統は違う本なんですけれども、改めて人の温かさ、関わり方、そして絶望的な人生からどう主人公は生きていくのか、自分自身はどうこれから歩んでいくのかっていうのを考えさせられる本でした。若林さんの本に関してはエッセイなので、もうさらっと読める、一日ちょっとずつ読める本です。逆に私はとこの 52Hz のクジラたちに関しては結構読むのに覚悟がいるなぁと思いました。どれも心にグサグサくる表現がたくさんあって面白かったです。はい。ということでですね、今も皆さんにおすすめしてもらった本を少しずつ読み進めているので、また定期的に本紹介雑談の会を設けられればなと思います。